始まっちゃったっす。なんとか忍び込めたっすけど、カズトッチどこっすか？カズトッチを読んだら見つかっちゃうし、ここからどうしたらいいんすか？でもカズトッチは絶対に見つけないと。あ、人の声。こっちだよ。あ、カズトッチ？なんてよかったよ。ありがとうっす。おかげで助かったっす。いえいえ、どういたしまして。はい、侵入者一人確保。あれもう春巻き頭め、うるさいちびっこ、早く僕にやっつけられろ。それはリンリンのセリフなのだ。早くお前をやっつけてスイたちを助けに行かなきゃなのだ。それこそ僕のセリフだよ。さっきから獲物が大きいくせにちょろちょろと。シューラン様には一歩たりとも近づけさせません。シオン、援護を頼む。難しいわね。ルルちゃんは防御に徹している分、あの大きな武器が盾になってるし、それにこちらも暇ではないのよ、スイちゃん。この矢も見落とすか。さすがシオン、腕はなまっていないようだな。あなたこそ帝軍山の時よりも格段に腕を上げているのではなくて？無論だ。あの時のおめえ、今日こそ注いでみせるぞ。ああ、もう結局私がぶち抜くしかないってことか。絶対に抜かせません。抜いてみせるっつのならだからやー！始まったようですね、トウカ様。トウカ様、見るのがおつらいなら天幕に戻っていらしたわ。いい。とりあえず今のところは兵も将も互角か。だな。アイシャは行かなくていいのか？まだ私が出る時期ではなかろう。それに今出たらそれこそリンリンとスーに叱られてしまうだろうさ。ま、そりゃそうか。義軍の後方に新しい旗が立った。ああ、そのようだな。誰？私たちの軍じゃないよね。ええ、我々には別動隊はいませんから。旗は王。さっき来てた王私服ってやつか。そっか。トウカ様、やはりお戻りになった方が。ここにいるのが私の役目だから。ど
まさか陛下たちが持ってるツヤ本みたいにするつもりっすか？そういうのもいいな。家康、そういうのはせめてカズトッチが仮根にされるのがいいっす。ってあんまり大きな声出さないの。見つかっちゃうでしょ。ほら、この先を曲がって。お願いだから優しくしてほしいっす。あ、タンポポ、何やってたのよ。ちょっと捕虜を一人捕まえてさ。そうなんだ。もしかしてカズトを助けに来たの？そうっす。たった一人で？当然っす。いい度胸してるじゃない。そういうのシャオ嫌いじゃないわよ。それよりカズトッチはどこっすか？教えてあげてもいいけど、もうちょっと静かにしててよ。約束できる？わかったっす。だったらこっち。ここから中が見えるから。このテント、覗き屋根があるんすか？内緒だよ。中を見ても絶対に声を出さないでね。中ってあれ、カズトッチ？さすがギブの体験。相変わらずやすやすと抜かせてはくれないよね。それは私のセリフだ。ここまで打ち合ってどうなるかわからん相手など久しぶりだぞ。それこそこっちのセリフよ。やー！なるほど、こういうのやっぱりいいわね。ワクワクする。戦狂いめ。こういうのこそ視野にでも任せておけばよかったのだ。あら、あなたも似たようなものでしょ。打ち合うたびにすごくいい顔してるわよ。鏡でも見せてあげましょうか。鏡を使う。それよりもう十分だろう。そろそろおとなしく剣を引け、シェレン。あら、これからが面白いのに。兵士ならいつでも相手をしてくれるわ。だが今日はこのようなことに付き合っている暇などない。稽古なんてつまらないでしょ。もっとこの瞬間を楽しみましょうよ。てやー！シュンラン様もシェレンさんもすごいの。感心している場合ではないぞ。シュンラ様、どうした？私は今忙しいのだ。風様から後方に所属不明の部隊が姿を見せたと報告が。旗5だそうです。5隻とかいうやつか。こんな楽しい時間に水を差すなんて無粋な真似を。5ということは孫悟の手勢か？違うわよ。こないだレンファのところに来てたなんか怪しいやつよ。貴様、そのようなうろんな輩と手を組んだのか？ちょっともう、話聞いてるんじゃないの？聞いたかもしれんが私が覚えているわけがなかろう。こんな楽しい時間を私が自分から終わらせるわけないでしょ。とりあえず奴らは風様と私で何とかします。シュンラン様はシェレン殿を。仕方あるまい。そちらは任せるぞ。ナギちゃん頑張ってなの。こっちのみんなも気張るの。あら、気が利く部下じゃない。これでもう少しは楽しめそうね。聞く気はないか？もう少しって言ったでしょ。行くわよ。私はこのようなところでこれ以上お主と遊んでいるわけにはいかんのだ。てやー！
われずぼーっとしとるくせにこういうんだけ桁違いやなレン。褒めても何も出ない。そういうんは別にいらん。ほんまにすごいからすごい言うとるだけや。ギャー、これで何合目や。覚えとらんのか。まあうちも覚えてへんけど。ん？どうした？もう終わりなんか？違う。この声、後方からか。カリン様、後方に知らん旗が。そう、旗印。ゴーだそうです。孫悟の連中とは関係ないみたいですけど、お願いします。どうもしないわ。私が出るしかないでしょ。ほんまにええんですか？ええ、あなたはあなたにしかできないことをなさい。了解です。期待しているわよ、魔王。責任重大だな。お話し中に失礼。曹操の陣の後方に何やら所属のわからない5の旗が立ちましたぞ。風とっち、何の話してるっすか？聞いての通りでしょ。カズトッチ、カリン姉と一緒にいるの嫌ってことっすか？それに話してるのって、あれ？カロンは知ってるんじゃないの？知らないっすよ。東証朝廷の役人の一人。落葉にも時々来てる。言われたらなんか見たことがある気がしてきたっす。シャンフ？ほら、静かに。なんでシャンフがいるんすか？城の防備はどうなったんすか？ケイファとエイカ様がしてくれてる。いいから静かに。カズトッチは知らない人と話してるし、シャンフーは城にいないし、何が何だかわかんないっすよ。シャンフー、カリンは例の作戦のことはみんなには全部話してくれたはず。二人は？シャンフーが帰った後に読んでくれっていうカリンの手紙でちゃんと知ってるわよ。うちもシアが帰った後に読めって手紙があったみたい。タンポポは聞いただけだけど。みんな知ってるのに私だけ知らないなんてずるいっす。静かに。シャンフ、後でちゃんと説明してほしいっす。後でね。
レーファ様、ご石体が花崗園隊に接敵したそうです。ここからも見えているわ。それにしてもここまで想定通りに行くとはね。ええ、連中が単純なのか、それともあれの読みを認めるべきか。軍師としては評価に困るところですが。でもこれだけの読みをノンやアーシがしたなら褒めるのでしょ。身内の軍師がするなら当然でしょう。他国の読みならば微妙。いいえ、敵でもシュリやケイファたち軍師がするならば認めもしましょうが。あむしろ軍師の立場がないのではといささか同情してしまいます。あ、まあそうね。さて、これ以上長話をしていては機を逃すわ。私たちも動きましょう。はっ、ならば中衛の民名にも連絡を。我らも捜索隊の支援に前進するぞ。ほう、その名で私を呼ぶとはよほど命がいらないと見える。貴様程度の名もなき将に我が懐刀を抜くまでもないということ、それすら判断できぬとは知れているわね。ああ、朝廷から時々来る役人にそのような名の者がいた気がするわね。それが今の天使には十分な敬意を払っているでしょう。ただ朝廷を食い物にする木っ端風情に払う礼儀などは持ち合わせていない、それだけのこと。天使の意を借り戦王を振るおうとするだけの迷信よりは宦官の孫の方がいくらかマシというものよ。貴様、三度も我がマナーを口にしたな。もはや取り消しても許しはせんぞ。この後に及んでたった一人をほふるために飛び道具か。武人の部のかけらも持ち合わせていないとはまさにこのことね。それでその程度でこの宋猛徳を討ち取れると思ったか。あら、また一発も当たらなかったわね。ここまで隙を作ってやったというのに、たった一死を報いることさえできないようでは。失望したわよ、ご何がし。その勧誘一人撃ち滅ぼせぬ貴様ら俗物に何を言う資格がある。貴様らの薄汚いあざけり、私の首をはねるまでハイフの奥底にしまっておくがいい。無駄だというに。
者ども聞け。我が身には天の使いたる本郷和人の加護がある。この玉の指輪こそその守護の証。天の加護の力、お主らもすでに十分に目にしたであろう。これを前にしてもまだ貴様らは我が命を狙うや。対する我ら天の使いをいただく軍は一騎当選。貴様らがいかに我らよりも多勢を用いようと、我らは必ず打ち滅ぼしてみせようぞ。重ねて問うぞ。我と天の使いに抗い無駄に命を散らすか、それとも命を惜しみ通じぬ刃をおとなしく引くか。命が惜しくばこの場から立ち去るがよい。今逃げた者は我ら葬儀は一切の罪に問わぬと約束しよう。ほう、そう取るか。やれやれ、ようやくそれ。遅いのよカズト。当たり前でしょ。朝廷に仕えるものであなたの名を知らない者などいないわよ。あら、私はそれなりに気に入っているのだけど。そのはずだけれどね。私に刃を向ける覚悟をした相手に加減などする必要があってよ。今頃気づいたの？呆れたわね。カビちゃん、うちも加減したった方がええ？そうね。今は天の使いのお言葉に従っておきましょうか。私がカズトを尻に敷いていないところも少しは見せておいた方がいいでしょうし。承知。総員突撃！突撃！突撃！目標は5隻。孫作軍と共に一気に蹴散らしてしま遠慮は無用よ。ただし命までは取らないようになさい。それは遠慮は必要ということでしょう、姉様。ああ、気分の問題ってやつよ。気分で無茶な命令を出されても隊が混乱するだけなのだけどね。
総員、敵は生かして捕らえよ。5隻は絶対に逃してはならんぞ。春蘭様、私たちは周囲に回り込みます。ああ、任せたぞ。ここまで十分に引きつけた相手なのだ。しくじるなよ。ここまでほとんど見てるだけだったから、あとはお任せなの。ほら、私たちも行くわよ春蘭。無粋を働いた5隻は絶対に捕らえるわよ。さっさと奴らを蹴散らしてカリン様の元へと向かうのだ。突撃突撃、ちびっこなんかに負けるな。こっちも突撃なのだ。春巻き頭なんかに絶対負けちゃダメなのだ。だったらこっちは絶対に負けちゃダメだからな。ルル、私らはばらけた敵をまとめるぞ。わかりました。敵の首謀者を逃がすわけにはいきませんよね。さて、王私服の軍を引きつけるまでの時間稼ぎが目的だったとはいえ、今回も引き分けかしらね。なら次はどれだけ連中を制圧できるかで勝負だな。それこそ負けませんわよ。では私も行ってまいります。エンヤ、トーカ様のことを頼むぞ。ああ、任せとけ。トーカ様、ここは冷えます。よければ天幕の中に。そうですか。ねえ、エンヤちゃん、何でしょう。私たちのところに来た王氏。今回はカリンちゃんに頼まれた通りに話を合わせただけだったけど、あの人の話をカリンちゃんや私がもっとちゃんと聞けてたら、今回みたいなことにはならなかったのかな。私はタンポポのことが嫌いです。エンヤちゃん、多分これからもずっと嫌いですし、仲良くなろうとか考えようともしないと思います。私とあいつみたいに絶対に分かり合えない奴らもいるんです。多分カリンとあいつらもそうだったんじゃないでしょうか。でもエンヤちゃんとタンポポちゃんはどっちも私に力を貸してくれるでしょ。それはトーカ様だからこそです。それにご主人様のことだって最近は昔みたいに嫌がってないよね。それもトーカ様がおっしゃったからです。ありがとう。けどカリンちゃんと王私服さんの間も私や他の誰かが同じようにできれば。あのような輩のことまで背負っていてはトーカ様が潰されてしまいます。それは理想なんだって分かってはいるんだ。でもする前から諦めてたらそれは絶対に叶えられないから。お辛いですよ。でもそれが私の目指す国だから。ここからも逃げちゃいけないんだ。この戦いも私がするって言ったことなんだから。ならばお支えします。